さあ今回はですね、東京の八王子で起きたある選挙期間中の出来事について深く掘り下げていきたいと思います。これ単なる選挙戦でのいざこざっていう話じゃないんですよ。もっと根深い問題を私たちに突きつけているんです。舞台は多くの人が行き交う JR 八王子駅前です。ここで対立する2つの政治陣営が大勢の人が見ている前で激しくぶつかり合うことになってしまったんですね。当時の報道もこの時の緊迫した様子を伝えています。現場はかなり混乱していたようです。で、これがただの口論で終わらなかった。ここから一気に法的な告発へと話が動いていくわけです。ではまず告発した側、つまり自民党の重鎮である萩生田美樹さん、こちらの陣営がこの件をどう主張しているのか、そこから見ていきましょうか。萩生田事務所は公式の声明でこの出来事をはっきりと選挙妨害だと断定しました。これは法律で禁じられている選挙の自由を妨害する重大な違反行為なんだと、かなり強いトーンでの主張ですよね。つまりですね、萩生田さん側から見ると、これはもう意図的に計画的に演説を邪魔しに来たと、有権者が候補者の話を聞くその大事な権利を奪ったんだということなんですね。ところがですよ、物語はここでガラッと変わるんです。全く逆のもう一つの主張があるんですね。一体何が本当に起きていたんでしょうか。このスライド見てくださいよ。両者の言っていることがまさに正反対なんですよね。福田さん側はいやいや自分たちこそが被害者なんだと訴えています。例えば音響システム、萩生田陣営の800ワットに対して自分たちはたったの30ワット、これじゃ声を届けようにもかき消されちゃうと、彼らにとっては自分たちの行動は妨害なんかじゃなくて、あまりにも力の差がある中で必死に声を上げようとした結果だったっていうわけです。この水鉄砲で消防車に立ち向かうようなものっていう言葉が彼らの主張の核心をすごくよく表してますよね。つまりそもそも妨害しようにもそんな力はこっちにはなかったんだと、力の差が歴然としていたんだということなんです。そしてここから話はさらに奇妙な方向に展開していくんです。対立する選挙陣営の話から今度は警察という本来は中立であるべき組織のちょっと不可解な動きへと焦点が移っていくんですよ。ここからがこの事件が単なる候補者同士の言った言わないという水かけ論では終わらない理由です。なぜなら公平な審判であるはずの警察の動きにいくつも疑問符がついてしまうからなんです。法執行機関は一体何を、そしてなぜそんなことをしたんでしょうか。このタイム時系列を見てください。深田さん側が何かおかしいぞと感じるのも無理はないですよね。特に注目してほしいのが1月15日の動きです。まだ深田さんは立候補を正式に表明する前なんですよ。その段階で警察から異例の警告が来ている。これってまるで初めから狙われていたんじゃないかと疑いたくなるような出来事ですよね。では一体誰がそんな警告を警察に指示したんでしょうか。福田さんが八王子警察署で受けたという答えは、これがまた驚くべきものでした。具体的であると同時にすごく曖昧な答えだったんです。警察の説明はこうだったそうです。指示は地元の八王子署からじゃなくて警視庁本部の去るべき人から来たと。この去るべき人って一体誰なんでしょうね。名前は明かされない、責任の所在が全く見えない、なんとも謎めいた言葉です。ここで重要な点をちょっと整理してみましょうか。まず匿名の通報をきっかけに警視庁本部の正体不明の偉い人が指示を出した。そしてなぜか動いたのが普段は暴力団などを扱う組織犯罪対策課。選挙に関する警告で組対が出てくるなんてあまりにも異例ずくめですよね。こうして八王子という一つの町で起きた選挙トラブルはいつの間にか警察という公的な組織の中立性そのものが問われるはるかに大きな謎へと発展してしまったわけです。ここに残された数々の謎、これらがこの事件を単なる政治的な小蹴り合いから権力とは何か、影響力とは何か、そして私たちの民主主義のプロセスの中で国家機関はどうあるべきなのかを問う非常に重要なケーススタディにしているんです。これってもう八王子だけの問題じゃないですよね。本来公平な審判であるはずの機関がいつの間にか物語の登場人物の一人になってしまう。これって一体何を意味するんでしょうか。もしかしたら公正な選挙の土台である私たちの根本的な信頼そのものが問われているのかもしれません。ザ・ディベートへようこそ。今回はですね、ある選挙戦で起きた一つの衝突について、深く掘り下げていきたいと思います。衆議院選挙の東京24区八王子市での出来事です。自民党の中心である萩生田光一氏の街頭演説の場で、無所属新人の深田萌氏の陣営と、激しい応酬がありました。はい、これが今回の中心的なテーマになります。この一件がですね、選挙活動のルールを逸脱した、新興勢力による公職選挙法に抵触しかねない選挙妨害だったのか、それとも、圧倒的な権力を持つ現職陣営が警察という国家権力までも動員して対立候補を組織的に抑えやつした権力乱用の事件だったのか、
民主主義の公正性そのものが問われる非常に根深い問題をはらんでいるわけですね。私は深樫側の行動は法秩序の維持という観点から見て、やはり明確な妨害行為であったという立場から論じたいと思います。そして私はこの事件の本質はその表向きの衝突ではなくて、萩生田氏側と、警察権力による計画的で巧妙な抑え圧にあったという視点からその構造を解き明かしていきたいと思います。では、まず私の見解からお話しさせていただきます。日刊スポーツの記事や現場を記録した YouTube チャンネルのやなちゃんなど、公開されている情報から事実を追っていくと、状況は比較的シンプルに見えるんですね。JR 八王子駅前で萩生田氏が演説を行っているまさにその最中に、すぐ近くに深田氏の選挙カーが乗りついてマイクを使って萩生田氏の演説を意図的に斜寄るような形で自身の主張を展開したと。これはですね、候補者が有権者に政策を訴えるという選挙演説の根幹を揺るがす行為です。公職選挙法の第225条は選挙の自由妨害罪を定めておりまして、演説を妨害したり聴衆がそれを聞く権利を阻害したりする行為を禁じている。深田氏の行動はまさにこの条文に抵触する典型例と言えるでしょう。萩生田事務所が公式に打重さなる選挙妨害行為を強く非難するという声明を出したのも、これはもう違法行為に対する当然の対応であり、法治国家として秩序を維持するための正当な反動だったと、そう考えます。なるほど。おっしゃることは、理解できます。ただその見方ですと、なぜ福田氏側がそもそもそのような行動に出ざるを得なかったのかというその大前提が抜け落ちてしまうんですね。福田氏側の主張によればですよ、先にその場所で演説の準備をしていたのは彼女たちの陣営だったと。そこへ後から萩生田氏の巨大な埋線車が現れて、音響設備で福田氏側の声を完全に封殺したというわけです。具体的に数字を挙げますと、萩生田氏側のスピーカーは200ワットが4台、合計で800ワット。それに対して福田氏側はわずか30ワット。これはもう討論ではなくて音響による一種の暴力ですよ。さらにですね、電波妨害によってマイク自体が使えなくなるという事態も発生したと訴えています。福田氏側のカメラマンが暴行を受けたという証言さえある。しかしこの事件の本当の異常性というのは、現場の衝突そのものよりもその背後で動いた警察の極めて不可解な対応にあるんです。これは単なる選挙トラブルなどではなく、周到に準備された権力側によるトリック、つまり計画的な策略であった可能性が極めて高いと私は見ています。おっしゃることは理解できますが、いくつか疑問が残りますね。まず妨害行為のその意図についてです。音量の差があったことは事実なのかもしれませんが、だからといって対立候補の演説のすぐそばでマイクを使うという行為が正当化されるわけではない。公職選挙法が守ろうとしているのはあくまで演説の平穏なわけですから、なぜ少し離れた別の場所で自身の演説を行うという選択肢を取らなかったんでしょうか。有権者の混乱を招くことを意図していたと解釈するのが自然な流れではないですか。その議論はですね、800ワット対30ワットというあまりに一方的なパワーバランスを無視しています。巨大な音響設備によってそもそも別の場所で演説するという選択肢すらもう奪われている状況なんですよ。どこへ移動しようともその声はかき消されてしまう。その物理的な言論封殺に対して抗議の声を上げる以外に一体何ができたというんでしょうか。さらに重要なのは現場で起きたとされる帰れコールです。福田氏側の証言では、このコールは萩生田陣営の関係者が自ら行い、あたかも深田氏側が妨害しているかのように見せかけるための意図的な偽装工作であったとされているんです。もしこれが事実だとすれば、妨害の主体と意図は完全に逆転しますよね。その偽装工作という主張は残念ながら、客観的な証拠に乏しいと言わざるを得ません。一方で警察の介入についてはどうでしょうか。現場の混乱を受けて110番通報があった。通報があれば警察は公職選挙法違反の嫌疑を捜査し警告を行う。これは当然の職務です。特に選挙期間中は社会的な注目度も高いですし、緊張感も増しています。法秩序の維持という、大義のために警察が迅速に動いたことはむしろ適切だったと評価すべきではないでしょうか。いやしかしですね、そのご意見には全く同意しかねます。なぜならその警察の動きこそがこの事件が単なる選挙トラブルではないことを示す最大の証拠だからです。まず時系列がおかしい。事件が起きたのは10月ですが、その遥か前、福田氏が、出馬表明すらしていない1月の15日の事件で、八王子警察署の警備課長から彼女の弁護士に公選法違反に気をつけるようにとわざわざ警告の電話が入っているんです。これは通常の警察業務としてあり得ることなんでしょうか。まだ候補者ですらない一市民に対してですよ、警察がこのような予防的な警告を行うなんていうのは前代未聞です。確かに出馬表明前の警告というのは異例中の異例でしょう。しかしそれだけ深刻な混乱が予測される何らかの情報を警察側が事前に入手していたと考えることはできませんか。例えばその過去の活動などから同様の事態が起こりうると判断したのかもしれない。その見方はあまりに警察に好意的すぎますね。
むしろこれは特定の人物をマークしてその政治活動を萎縮させるための事前の恫喝と見るべきです。そして事件当日の警察の動きはさらに異常です。匿名の110番通報1本をきっかけに所轄の八王子警察署ではなく警視庁の、それも去るべき人物から直接福良氏に警告せよという指示が飛んでいる。これは指揮系統の完全な逸脱ですよ。なぜ所轄の所長や次長を飛び越えて霞が関の本庁から直接指示が下る必要があるのか。ここに政治的な圧力、つまり萩生田氏という権力者の意向が働いたと疑うのはごく自然な帰結じゃないですか。去るべき人物という表現は曖昧ですし、それだけで政治的圧力と断定するのは少し飛躍しすぎているように感じます。社会的な反響の大きい重要事案だと判断されれば、警視庁本部が直接指揮を取るケースも考えられなくはない。福田氏側の警察が裏でつながっているという主張は具体的な物証がない以上、憶測に基づいた一種の陰謀論と捉えられても仕方がないのではないでしょうか。ではその警告の仕方はどう説明しますか。福田氏側の弁護士はまずはこちらの言い分を聞いてほしいと求めても、警察の担当者はこれは警告だ以上と言って一方的に電話を切っている。これは適正な手続きを完全に無視した権力の乱用そのものです。ジャーナリストの石浜氏がこの異常事態に気づいて八王子署に駆けつけて、一体誰のどういう権限で警告を出しているのかと厳しく問いただしたという事実も、この状況がいかに常軌を逸脱していたかを物語っています。匿名の通報者は未だに誰かも分かっていない。正体不明の人物からの電話一本で警視庁が動き、候補者の言い分も聞かずに警告を出す。これを適切な法執行と呼ぶことには相当な無理があるでしょう。その警察の動きと関連してメディアの報じ方にも少し論点を移したいと思います。日刊スポーツなどの大手メディアは親の場で起きた衝突という客観的な事実と、有力政治家である萩生田事務所が出した公式声明を報じました。これは報道機関として当然の責務です。不確な情報を流すわけにはいかない。verifiable、つまり検証可能な事実に基づいて報道するというのはジャーナリズムの鉄則ですから。その報道姿勢こそがまさに問題なんです。メディアは萩生田氏側の主張、つまり妨害されたという側面だけを切り取って報じました。一方で深田氏側が訴えていた800ワット対30ワットという圧倒的な音響による妨害、電波妨害の疑惑、カメラマンへの暴行被害、そして今議論した警察の極めて不可解な一連の動きについてはほとんどというか全く報じていない。これは中立性を著しく欠いています。検証可能な事実だけを報じるというのであれば、スピーカーのワット数や警察への異例の指示系統こそ取材すれば検証可能な客観的な事実のはずです。それを意図的に無視して一方の当事者の主張だけを垂れ流すのはもはや報道ではなく、権力側の大本営発表に加担しているのと同じですよ。しかし深田氏側が背景として主張する TSMC をめぐる1兆円規模の資金管理疑惑などといった話は現時点では、立証されていません。そうした不確な疑惑と実際に起きた選挙妨害と結びつけて報じることは、それこそ無責任な報道ではないでしょうか。メディアはあくまで選挙妨害という事件そのものに焦点を当てたに過ぎないと。それは動機と現象を切り離す議論です。なぜ一人の無所属新人の候補者に対してこれほど大掛かりで警察まで動員するような異常な圧力が加えられたのか。そのなぜという部分を説明する上で、彼女が追及していた巨大な利権疑惑というのは決して切り離せない重要な背景情報なんです。TSMC の工場誘致をめぐる不透明な資金の流れという萩生田氏が最も触れられたくない核心部分を深田氏が選挙戦で訴えようとしていた。だからこそ尋常ではない手段を使ってでも彼女の声を封じ込める必要があった。この文脈を抜きにして単なる選挙妨害としてこの事件を矮小化することは本質を見誤らせるだけです。メディアがその背景を報じないことで、結果的に権力者の意図した通りの物語が世に流布することになってしまったんです。それでは私の立場を総括します。公的な記録と公職選挙法というルールに照らせば、深田氏側の行動はやはり選挙の平穏を乱す妨害行為とみなされても仕方がない。対立候補の演説の場に乗り込みマイクを使って主張をかぶせるという行為は民主主義のルールそのものに対する挑戦です。萩生田氏側と警察の対応は、その挑発的な行動が引き起こした法治国家として秩序を維持するためのある意味で当然の帰結であったと、そう結論付けます。私は表面的な衝突だけでこの事件を判断すべきではないと改めて強調したいと思います。800ワット対30ワットという圧倒的な機材の差、出馬表明前という極めて異例なタイミングでの警察による事前警告、警視庁からのトップダウンとされる不可解な指揮系統、そして権力側に都合のいい部分だけを切り取った一方的なメディア報道、これらの点をつなぎ合わせると、権力を持つ側が対立候補を組織的にそして計画的に封じ込めたという全く異なる構図が浮かび上がってきます。問われるべきは演説現場での衝突という現象ではなく、その背後で国家権力がどのように利用されたのかというその構造なんです。はい、この一つの出来事をめぐり、資料は2つの全く異なる物語を我々に提示しています。
これは選挙における法秩序の維持というルールにのっとった手続きの問題だったのか。それとも私たちが普段目にすることのないより根深い権力構造がその一端を表した事件だったのか。どちらの物語を選択するか、最終的な判断は聞いている皆さん一人一人に委ねられているということですね。